レッスン1、コンフォートドリンク。寒い日に飲むコンフォートドリンクとは？温かいココアが大好きです。心が温まる。それは楽しそうですね。何か特別なことを付け加えたんですか？はい、普段はマシュマロとシナモンを振りかけます。美味しそうだね。ココアは気分を本当に高めてくれる。子供の頃の思い出が蘇ります。とても心強いです。理由がわかります。それを飲みながら何をして楽しんでいますか？私はよく良い本を読んだり、映画を見たりします。それはリラックスするのに最適な方法です。次回も参加するかもしれませんよ。レッスン2、メンタルヘルスのサポート。メンタルヘルスをサポートするために、あなたがしている小さなことは何ですか？ストレスを感じるときはいつでも自然の中を少し散歩します。すがすがしいですね。どのように役立ちますか？頭がすっきりします。自然はいつも私を落ち着かせてくれます。同感です。屋外にいると、とても気分が高揚します。はい、呼吸して熟考することができます。とても有益です。多分私もそれを試してみるべきだ。ストレス管理に役立つかもしれません。あなたはそれを楽しむでしょう。自然には特別な癒しの方法があります。それを体験するのを楽しみにしています。ご提案ありがとうございます。レッスン3、人間関係の改善。人間関係を改善した単純な習慣とは？アクティブリスニングの練習を始めました。それは、すべてを変えました。それは素晴らしい習慣です。これはどうやってするの？相手が話すとき、私は完全に相手に集中します。それは効果的ですね。会話の違いに気づきましたか？絶対に。人は、自分の意見が本当に聞かれたときに大切にされていると感じます。同感です。それは、あなたが気にかけていることを示しています。他にどんなメリットが見つかりましたか？私の関係は、今より深く、より有意義に感じています。それは素晴らしいです。アクティブリスニングは身につけるべき貴重なスキルです。レッスン4、プライドの瞬間。驚くほど自分を誇りに思った瞬間は何ですか？一度マラソンを走ったことがありますが、びっくりしました。それは印象的です。参加しようと思ったきっかけは何だったんですか？自分自身に挑戦し、フィットネスを向上させたかったのです。そして、あなたはそれを成し遂げました。レース中はいかがでしたか？1マイル走るたびに誇りを感じた。大変でやりがいもありました。これは素晴らしい成果です。その経験から何を学びましたか？自分が思っている以上のことができることを学びました。そのおかげで、私は自分の限界を超えました。それは、私たち全員が覚えておくべき教訓です。達成おめでとうございます。レッスン5、大学の思い出。今でも笑っている大学時代の思い出は何ですか？プレゼンテーション中にステージにつまずいた時のことを思い出します。それは、恥ずかしいですね。どうやって対処したの？私は、それを笑い飛ばしました。そして、クラスメートも笑いました。それは素晴らしい対処方法です。ユーモアは気まずい瞬間を軽くしてくれる。
はい、友達同士のジョークになりました。人前で話すことに対するあなたの気持ちは変わりましたか？やった？自分をあまり真剣に受け止めないようにできるようになったので、もっとリラックスできました。それは重要な教訓です。楽しい思い出を共有してくれてありがとう。レッスン6、目を見張るような映画。あなたの見方を変えた映画は何ですか？最近、ビューティフルマインドという映画を見ました。素晴らしい数学者、ジョン・ナッシュの物語です。ああ、その映画について聞いたことがあります。そのことで、あなたの視点が変わったのは何ですか？この映画は、ナッシュの精神疾患との戦いを描いています。思いやりが、いかに大切かを実感させられました。それはパワフルに聞こえます。特に印象的だったシーンはありましたか？はい、あるシーンが本当に心に響きました。ナッシュは自分の内なる悪魔について語りながらも、より良い人生を目指して努力しています。それはインスピレーションを与えてくれたに違いありません。メンタルヘルスに対するあなたの見方は変わりましたか？絶対に。多くの人が静かに直面している課題に目を開かせてくれました。映画が私たちの視点をどのように変えることができるかを理解しています。他の人にも勧めますか？レッスン7、毎日のタスクの優先順位付け。タスクに優先順位をつけるために毎日尋ねる質問は何ですか？私はいつも、今日、一番大切な仕事は何か、と自問しています。それは、興味深いアプローチです。何が重要かは、どうやって判断するんですか？締め切りと各タスクの潜在的な影響を分析します。それは体系的に聞こえます。整理整頓に役立ちますか？はい、そうです。集中力をシャープに保ち、ストレスを軽減してくれます。2つのタスクが同等に重要だと思われる場合はどうなりますか？私は自分の目標に最も合ったものを選びます。この方法は私にとってはうまくいく。それは理にかなっています。君のやり方を私の仕事に使ってみるかもしれない。レッスン8、ノスタルジックな香り。住んでいた場所で嫌いな匂いは何ですか？祖母の台所で出てきた焼きたてのパンの香りがとても恋しいです。それは心強いですね。その香りでどんな思い出が蘇るの？家族の集まりや温かい会話を思い出します。それらは貴重な思い出です。おばあちゃんに焼くことを教えてもらったの？はい、彼女はしました。それぞれのレシピにはストーリーと教訓がありました。美しい体験のようですね。そのパンは時々焼くの？私はそれを再現しようとしますが、決して同じ味にはなりません。多分それを特別なものにしたのは愛でしょう。レッスン9、家を出るときのチェック。家を出る前に必ずチェックしていることは何ですか？私はいつも鍵を持っているか確認しています。これは必要不可欠です。それは良い習慣です。忘れたらどうなるの？鍵を忘れると不安になり、準備ができていません。気持ちはわかります。鍵を保管する場所は決まっていますか？はい、ドアのそばのボールに入れておきます。思い出させてくれます。それは賢い戦略です。ロックアウトされたことはありますか？かつて、私は何時間も閉じ込められました。
イライラしました。想像できます。君のルーチンは今うまく機能しているようだ。レッスン10、ささやかな贅沢。仕事の一日を明るくしてくれるちょっとした贅沢とは？午後はダークチョコレートを食べるのが好きです。それは楽しそうですね。どんな風に気分が上がるの？チョコレートは私に素早くエネルギーを与えてくれて、幸せな気分にさせてくれます。他にどんな小さな楽しみを楽しんでいますか？また、少し休憩して、外を散歩するのも好きです。運動と新鮮な空気はリフレッシュできます。違いに気づきましたか？はい、それは私の集中力と創造性を高めます。完璧なバランスを見つけたようです。レッスン11、週末を特別なものにする。週末を特別な気分にさせる方法は何ですか？大好きな趣味に時間を割いています。それは喜びをもたらします。それは素晴らしいですね。あなたの好きな趣味は何ですか？私は絵を描くのが好きです。それによって自分を創造的に表現することができます。それは印象的です。絵を描くための特別な場所はありますか？はい。自宅に小さなスタジオがあります。インスピレーションを与えてくれます。絵を描いた後はどう感じますか？達成感とリラックス感を感じます。これはやりがいのあるプロセスです。あなたがそれを愛している理由がわかります。レッスン12、予想外のフレーバーの組み合わせ。意外とペアリングしたけど、大好きなフレーバーは何ですか？ピーナッツバターとピクルスの組み合わせが好きです。それは予想外に聞こえます。どうやってこの組み合わせを見つけたの？友達がおやつ休憩中に提案してくれました。好奇心旺盛でした。試してみて、どう思いましたか？それらがお互いを補完し合っていることに驚きました。それは魅力的です。他の人にやってみることを勧めますか？絶対に、奇妙に聞こえるかもしれませんが、美味しいです。私は、新しいことに挑戦するのが大好きです。そのユニークな組み合わせを共有していただき、ありがとうございます。レッスン13、印象的な美術館。印象に残った美術館やギャラリーとは？パリのルーブル美術館は私を深く感動させました。想像できます。どうしてそんなに記憶に残ったの？アート作品は物語を語ります。それらは過去と現在を結びつけます。お気に入りの作品はありましたか？はい、モナリザは私を魅了しました。彼女の表情は神秘的だ。それは素晴らしい経験だったに違いありません。本当にそうだったジョン。いつか訪れることをお勧めします。このような刺激的な経験を共有していただき、ありがとうございます。レッスン14、毎月の生活を簡素化する。毎月の生活をシンプルにするための一つの方法は何ですか？私は毎月、家の特定のエリアを片付けています。それは生産的に聞こえます。何を片付けるかはどうやって決めるの？クローゼットのように、時間の経過とともに、アイテムが蓄積されるエリアに焦点を当てています。それはとても自由になりそうです。それがあなたのマインドセットに役立つと思いますか？
はい、それは明快さと平和をもたらします。気分が軽くなった。どうやってそんなことをする時間を見つけているの？専用の日を設けました。それは個人的な儀式になります。それは素晴らしいアイデアです。洞察力に富んだアプローチをありがとうございます。レッスン15、元気の出る歌。元気が必要な時に弾く曲は何ですか？マーク・ロンソンのアップタウン・ファンクという曲が大好きです。それは明るい選択です。その曲のどこがあなたを元気づけますか？リズムは伝染します。踊りたくなる。仕事中のモチベーションはどのようなものですか？それは私の気分を高め、集中力を保ちます。それは効果的ですね。他にお気に入りはありますか？ファレル・ウィリアムスのハッピーも好きです。それはいつも私の気分を高めてくれます。音楽は強力なツールです。アンナさん、お気に入りをシェアしてくれてありがとう。レッスン16、高級住宅改修。高級感を感じる小さなリノベーションとは？最近、バスルームにレインフォールシャワーヘッドを追加しました。スパみたいな感じです。それは素晴らしいですね。シャワー体験はどう変わりますか？水は穏やかな雨のように流れる。リラックスしてリフレッシュした気分にさせてくれます。それがいかに贅沢なのかがわかります。自分で設置したんですか？やったー！意外と簡単で安かったけど、インパクトは大きい。気分やリラクゼーションの違いに気づきましたか？はい、シャワーをもっと楽しんでいます。私の一日は安らぎのひとときです。興味深い、小さな変化が大きな喜びをもたらすようですね。レッスン17、遠距離恋愛の維持。長距離の友情を維持するために、あなたは何をしていますか？友達とのバーチャルコーヒーデートのスケジュールを作成します。賢そうですね。この日程の時間はどうやって探すんですか？毎月特定の日を設定することで、誰もが簡単に行えるようにしています。これらの会議には特別なプラットフォームを使用していますか？私はほとんどの場合、ビデオ通話を使用します。会話がより個人的なものになります。それは素晴らしいアイデアです。それが友情を強く保つのに役立つと感じたことはありますか？間違いない。彼らの顔を見ることで違いが生まれ、よりリアルに感じられます。想像できます。距離があってもつながっていいですね。レッスン18、季節の伝統。季節を祝うのに役立つ伝統とは？毎年秋になると、家族でリンゴ狩りに行きます。特別な時期です。それは楽しそうですね。何が一番楽しいですか？私は屋外にいるのが大好きです。新鮮な空気と美しい色が魅力的です。摘んだリンゴで何か特別なことをしていますか？はい、一緒にパイを焼いて、サイダーを作ります。それは私たちをより近づけます。ご家族との絆を深める素晴らしい体験のようです。本当にそうです。毎年、私たちは一緒に新しい思い出を作ります。この心温まる伝統を分かち合ってくれてありがとう、アンナ。レッスン19、
セルフコンパッションの実践。セルフコンパッションを実践するちょっとした方法とは？ストレスの多い日には少し休憩を取るようにしています。それは興味深いアプローチです。これらの休憩はどのように役立ちますか？充電して明瞭さを身につけることができます。その後、よりバランスが取れているように感じます。この休憩中にどんなアクティビティを楽しんでいますか？私はよく散歩したり、本を数ページ読んだりします。心がリラックスします。自分の世話をする簡単な方法があるのは素晴らしいことです。はい、特に困難な時期には、セルフコンパッションはとても重要です。アンナ、貴重な洞察を共有していただき、ありがとうございます。レッスン20、料理の革新。料理の仕方を変えた道具やガジェットとは？私のインスタントポットは、私の料理を完全に変えました。時間の節約になります。すごいですね。仕組みはどうなっているの？圧力調理やスロークッキングなど、複数の調理方法を1台の機械にまとめています。新しいレシピを入手してから試しましたか？はい、持っています。ほんの少しの時間で食事が作れます。便利そうですね。健康的な食事にも役立ちますか？間違いなく、新鮮な食材をもっと簡単に作れます。その革新的な料理ツールを共有してくれてありがとう、アンナ。レッスン21、情熱の発見。誰かの情熱について学ぶために尋ねる質問は何ですか？時間を忘れてしまうのはどんなアクティビティですかとよく聞きます。それは賢い質問です。なぜ効果があると思いますか？何が彼らをワクワクさせるかが明らかになります。これにより、より深い会話が可能になります。この質問から意外な興味を見つけましたか？はい、友人が陶器が大好きだということを一度知りました。それは私の目を開かせました。それは本当に面白いです。一人一人がどれほどユニークかを表しています。まさに、私たちは皆、探求されるのを待っている情熱を持っています。アンナ、あなたの思慮深いアプローチを共有してくれてありがとう。レッスン22、仕事とのつながりを断つ。仕事から離れるのに役立つ趣味とは？私はガーデニングを楽しんでいます。それは私に安らぎと喜びをもたらします。それは素晴らしいですね。ガーデニングを始めたきっかけは？ロックダウン中に始めました。日々のストレスからの愛情のこもった脱出となりました。庭で何を育てていますか？野菜や花を育てています。それらは、私の人生に美しさを添えてくれます。ガーデニングは、リラックスできる響きです。忍耐について何か教えてくれたことはありますか？はい、成長の過程に感謝することを教えてくれました。アンナ、この豊かな趣味を共有してくれてありがとう。レッスン23、視点の変化。何か重要なことについて考えを変えたのはいつですか？私はかつて、成功はお金だけだと信じていました。それ以来、私は考えを変えた。これは大きな変化です。この変化の原因は何だったのか？パーソナル、フルフィルメントに関するセミナーに参加しました。それは、私の目を開かせました。今、成功をどのように定義していますか？私は成功とは、
人生の幸福とバランスを達成することだと考えています。それは思慮深い視点です。これを他の人と分かち合ったことはありますか？はい、友達には成功の独自の定義を見つけるように勧めています。アンナ、感動的な旅を共有してくれてありがとう。レッスン24、伝統を祝う。自分の文化や家族の伝統を祝うにはどのような方法がありますか？文化的な祝日には特別な食事を作ります。それは私を自分のルーツにつなげてくれます。それは意味があるように聞こえます。どんな食事を用意しているの？受け継がれてきた祖母のレシピを作っています。これらの食事はお祝いにどのような影響を与えますか？家族の集まりを思い起こさせ、貴族意識を高めてくれます。それは美しい。食べ物には人をつなぐ方法がある。まさに、これらの伝統を共有することは、家族の絆を維持するのに役立ちます。アンナ、素敵なお祝いを分かち合ってくれてありがとレッスン25、睡眠改善アプリ。よく眠れるアプリとは？スリープサイクルという睡眠追跡アプリを使っています。休息が良くなりました。それは便利そうですね。仕組みはどうなっているの？私の睡眠パターンを分析し、最も軽い睡眠段階に目を覚ましてくれます。使ってみて何かメリットに気づきましたか？はい。日中はより休息して元気になります。それは印象的です。睡眠は健康全般にとってとても重要です。絶対にいい。ぐっすり眠りたい人におすすめです。アンナさん、このような便利なアプリを共有していただきありがとうございます。レッスン26、探検の一日。1日かけて探検したい場所はどこですか？ロンドンの大英博物館を探検したいです。それは魅力的だ。それは素晴らしい選択です。どうしてそんなに面白いのですか？博物館には古代文明の遺物が展示されています。それぞれがユニークな物語を語っています。同感です。歴史は豊かで魅力的です。特に見てみたい展示はありますか？ロゼッタストーンを見てワクワクしています。古代言語の鍵を握っています。間近で見ると感動するに違いありません。博物館に行ったことはありますか？はい。ルーブル美術館に行きました。忘れられない経験になりました。博物館は時間をかけて私たちを連れて行ってくれます。それらはより深い理解を促すと思います。レッスン27、小さな金融習慣。予算の改善につながったちょっとした金融習慣とは？私は毎日経費を追跡し始めました。人生が変わりました。それは効果的ですね。経費はどうやって追跡しているの？携帯電話でシンプルなアプリを使っています。とてもユーザーフレンドリーです。それがどのように役立つかはわかります。追跡から何を学びましたか？自分のお金がどこに行くのか気づいた。これは不必要な支出を見極めるのに役立ちます。それは強力な知識です。何か大きな変更を加えましたか？はい。外食は減らしました。家で料理するとお金の節約になる。
それは素晴らしい戦略です。自分でやってみるべきだ。レッスン28、休憩を取る。日中に休憩を取ることを自分に思い出させる方法は何ですか？私は1時間ごとにタイマーを設定しました。これは簡単なリマインダーです。それは役に立ちそうです。休憩した後の気分はどうですか？休憩は私を元気づけます。集中力を高めて仕事に戻れます。私はそれに同意します。休憩時間は何をしていますか？ストレッチをしたり、飲み物を飲んだり、外を少し散歩したりします。それらは素晴らしい選択肢のように思えます。普段休憩時間はどれくらいかかりますか？5分から10分くらいかかります。それは私の心をリフレッシュします。このような小さな努力が大きな利益につながります。レッスン29、朝の儀式。集中力を高める朝の習慣とは？私は毎朝10分間瞑想します。それは私の一日にポジティブな雰囲気を与えてくれます。それは心を落ち着かせるように聞こえます。どうやって瞑想するの？静かな場所に座って呼吸に集中します。これで頭がすっきりする。それは有益に聞こえます。始めてから何か変化に気づいたことはありますか？はい、一日を通して集中力が高まり、不安が減りました。瞑想は私たちの考え方に大きな影響を与えます。他に朝の習慣はありますか？また、コップ一杯の水を飲んで日記を書きます。それは素晴らしいです。日記をつけることで考えが明確になる。レッスン30、教室での思い出。子供の頃の教室での思い出で際立っているものは何ですか？美術の授業を鮮明に覚えています。それは私の好きな科目でした。アートクラスは楽しそうですね。何があなたにとって特別なことになったのですか？先生は、私たちに自分を表現するように励ましてくれました。解放されたように感じました。それは素晴らしいです。思い出に残るプロジェクトは作れましたか？はい、クラスメートと一緒に壁画を描きました。チームワークが育まれました。それは素晴らしい経験だったに違いありません。そこから何を学びましたか？コラボレーションと創造性の価値を学びました。それらの教訓は今でも私にインスピレーションを与えてくれます。思い出がどのように私たちを形作ることができるかは驚くべきことです。レッスン31、旅行から得た予期せぬ教訓。あなたが行った旅行で思いがけないことを学んだことは何ですか？私は去年日本を訪れました。人生を変えるような経験でした。それは興味をそそられます。そこで何を学びましたか？日常生活におけるマインドフルネスの重要性を学びました。それは面白いです。この実践をどう見ましたか？日本の文化は存在を重視します。訪問中、私はより意識が高まった。これは重要なポイントです。その旅で何か新しい習慣を取り入れましたか？はい。毎日マインドフルネスを実践し始めました。それは私の人生に良い影響を与えました。旅行が私たちの目を開かせてくれるのは魅力的です。レッスン32、嫌いな食べ物。かつては嫌いだったが、今は好きな食べ物は何ですか？昔は芽キャベツが嫌いでした。今では美味しいと思います。
それは驚きです。彼らに対する見方を変えたのは何ですか？きちんと調理する方法を学びました。ローストすると、その甘さが引き立つ。美味しそうだね。特定の方法で調理してみたの？はい、ニンニクとオリーブオイルでローストします。風味が引き立ちます。調理方法によって食品がどのように変化するかは興味深いです。絶対に他の人にもチャンスを与えるよう勧めます。あなたのヒントのおかげでブリュッセルもやしをもう一度試してみます。レッスン33、ワークスペースのパーソナライズ。ワークスペースをパーソナライズする方法を教えてください。私は机に植物ややる気を起こさせる名言を飾っています。すがすがしいですね。それらのアイテムは仕事にどのような影響を与えていますか？彼らはポジティブな雰囲気を作り出します。インスピレーションと集中力を保つのに役立ちます。パーソナライズされた空間がいかに気分を高めてくれるかがわかります。好きな言葉はありますか？はい、私はこの引用が大好きです。できると信じれば、その途中まで来ています。それは力強いメッセージです。それはあなたにどのような影響を与えていますか？特に困難な時期には、決意を保つことを思い出させてくれます。スペースをパーソナライズすると生産性が向上します。レッスン34、ゲストの歓迎。ゲストに歓迎されていると感じてもらうために言っていることは何ですか？私は彼らのために居心地の良い空間を用意します。快適さが鍵です。それは資料深い。そのスペースには何を含めますか？柔らかい毛布、スナック、飲み物を提供します。温かい雰囲気を醸し出してくれます。それらは素晴らしいタッチです。通常、ゲストはどのように反応しますか？彼らはいつも努力に感謝しています。家にいるような気分にさせてくれます。それは、ホスティングするときに非常に重要です。お気に入りのスナックはありますか？自家製クッキーを出すのが大好きです。彼らはいつも大人気です。クッキーが好きではないのは誰ですか？あなたは素晴らしいホスティングスキルを持っています。アンナ。レッスン35、お気に入りのホームフレグランス。ご家庭で使っているお気に入りの香りは何ですか？ラベンダーを使うのが大好きです。落ち着いて気持ちがいいです。それは楽しそうですね。ご家庭ではどのように使用していますか？ディフューザーにはラベンダーのエッセンシャルオイルを使います。それは心を落ち着かせる環境を作らなければなりません。ラベンダーと何か特別なものを思い浮かべますか？はい。祖母の庭を思い出します。思い出は香りの体験を盛り上げてくれます。絶対に、香りには感情を呼び起こす力があります。アンナ、お気に入りの香りを共有してくれてありがとう。聞けて嬉しいです。